皆さんこんにちは。南フランス在住のジュンです。私の住んでいる町から車で1時間半、夫の両親と私の3人でマルセイユに行ってきました。マルセイユには夫の弟が住んでいるので会いに行くということで、もし一緒に来たかったらおいでと言われていました。最後の最後まで悩みました。お邪魔じゃないかなとか、私がいることで何か予定が狂っちゃうんじゃないかなとか、でも家族だしそこまで気を使う必要ないんだろうなと、行ってみたいという自分の気持ちを最優先してついていくことにしました。後部座席の狭さとか乗り心地を心配してくれましたが、私的には足を伸ばしてリラックス。助手席にいると道路の状況とか対向車とか一緒に運転している気分になりますが、後部座席は子供に戻ったような感覚でぼーっと景色を堪能しました。マルセイユの中心部を抜けるんですが、さすが都会。道幅は狭いし、交通量は多いし、歩行者やバイクがあちこちから飛び出してきて、本当にごちゃごちゃしている印象を受けました。クラクションがあちこちから聞こえて、もうハラハラドキドキでした。マルセイユの観光名所ノートルダム大聖堂の黄金の聖母マリア像が改装中でした。早速弟のアパートでお昼ご飯。お母さんがこんなに準備してくれていることを知らず、私は手ぶらで来てしまいました。大麦のサラダ、グリーンアスパラのキッシュ、この他に鶏の丸焼き、ロゼワイン、炭酸水など、そして弟はパイナップルとマンゴーを切ってくれていました。楽しい時間はあっという間。食べてみんなで話しているうちにもう夕方近く。せっかくマルセイユに来たんだからとみんなで海岸を散歩しました。先日の動画でご紹介した海とマルセイユの海、いる人種というか人の雰囲気が全然違いました。私のリスニング力が正しければ3回ほど動画を撮るなと言われました。すっかり怖くなってカメラをしまいました。マルセイユ在住の弟がですね、私が YouTube の動画を作っていることを知っているので、次回もしマルセイユに来たら観光名所を1日で回る動画はどうとか、カランクはみんな興味あるかな、でも視聴されやすいのはやっぱり観光スポットかなとか、すごく積極的にアイデアを出してくれて、マルセイユ在住者として今流行っていることなんかを教えてくれました。続いてシャトー・ボレリーに来ました。シャトー・ボレリーは18世紀エジプト貿易で成功したルイ・ボレリーの依頼により建てられました。訪れたこの日は青という色が美術、そ
装飾芸術、そしてファッションにどのような影響を与えてきたかを探る展覧会が開かれていました。青は12世紀以降、特に18世紀の啓蒙時代において空の青とかインディゴ染料の導入によって重要な色としてファッションや絵画の世界に登場しました。フランス語にも美術にも疎い私が唯一気になったもの。こちら、ボアット・ドゥ・ムッシュ。ハエの箱？ハエを捕まえて入れる箱？どういう趣味と思ってお母さんに聞いたら、ムッシュには漬け袋という意味もあって、これは漬け袋を入れる箱だそうです。18世紀、貴族の女性たちが自分を魅力的に見せるために流行った化粧道具でした。本当に楽しい一日でした。夫の両親も私が一緒についてきたことを喜んでくれたし、弟も会えたことを喜んでくれて、本当にいい家族に恵まれたなと実感しました。こちら父の日の様子です。みんなでご飯をいただきました。お母さんがメイン、私はデザート担当。担当と言ってもスイカを切る、ケーキを買ってくるということです。このスイカ美味しい。父の日のプレゼント、何にしようか迷った挙句、お父さんの好きなラム酒にしました。ご存知の方も多いかもしれませんが、ホワイトラムはラムトラディショネルとラムアグリコールがあって、ラムトラディショネルはサトウキビを絞って砂糖を精製した残りの部分、糖蜜と言われるものを原料にして発酵蒸留して作ったもの。お父さんが好きなラムアグリコールはサトウキビを絞った生の搾り汁をそのまま発酵蒸留して作られたものだそうです。フランス語でラム酒のラムってこういう風に書くんですけど、発音はローム、イタリアのローマの発音と同じです。ロームです。でも似ている単語があって、フーム、風邪をひいたの風という意味なんですが、このホームとフーム似てると思いませんか？dis c'est pour moi. いつもありがとう。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。いつも。
Toujours Et merci. ça se dit Arigato. Ari- Merci. arigato. 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 Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup. それではまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。